皆さんこんにちは。日本語ポッドキャストのりさです。お元気でしたか？日本は春かと思えば冬の寒さが戻ってきました。とても寒い1週間でした。気温の差が激しく、着る服にも困っています。雨の影響でお花見もゆっくりできませんでした。さて、今回は日本人と付き合う上で知っておいた方が良いことを一つ話しますね。皆さん、日本のお伺い文化ってご存知ですか？何それと思った方、これは今回私が勝手に作った言葉なんですけどね。お伺いするという意味は2つあります。1つは知り合いの家に行くことを指します。そして2つ目は相手に質問をしたり、相手の意見や状況を尋ねる意味もあります。また、お伺いを立てるという言い方もあり、これは目上の人に判断や指示、意見を仰ぐという意味です。この2つ目の意味のお伺いするという文化は、日本人とのコミュニケーションにおいて知っておくといいことだと思います。日本人は自分の意見をあまり言わず、相手を尊重する人が多いです。相手の意見を聞いてから自分の話をする、あるいは話さずに会話が終わることもあります。これは仕事だけでなく日常生活でも見られます。外国の方から見ると、こうした文化は本当の気持ちが分かりにくく、日本人との付き合いが難しいと感じられるかもしれません。しかし、相手の意見を聞いてから自分の話をすること、これを知っておくだけで日本人と付き合いやすくなると思いますので、今からのお話をぜひ聞いてくださいね。例えば、あなたに恋人がいるとします。友達と2人でご飯を食べに行く約束をしていた場合、その場所に恋人は連れて行かない方がいいというのが日本人の一般的な考え方です。もし恋人が友達に会いたいと言った場合は、恋人が来たいって言ってるけど来てもいい？と友達にお伺いを立てます。そこでもちろんいいよと返事があれば連れて行っても問題ありません。だけど基本的には友達が恋人に会いたいと言ってこない限り、自分からは連れて行かないのが普通です。もちろん恋人を見てもらいたい、紹介したい場合などはそんな場を設けて連れて行っても全然大丈夫です。また、友達3人で遊ぶとします。そこにもう一人誘いたいと思った場合、勝手には誘いません。まず2人に、まるちゃんも誘ってもいい？とお伺いします。そして2人が OK だったら、初めてその子に声をかけるのです。今の話を聞いてめんどくさいと思った方いらっしゃいますか？でも日本人はだいたいこういう感じです。例えば友達と遊ぶ日に偶然別の友達に道で会った時、今から〇〇ちゃんと遊ぶけど〇も来る？なんて聞き方は基本はしません。なぜなら遊ぶ友達に OK をもらっていないからです。もしかしたら3人で話したいこともあるかもしれないし、気まずくなるかもしれません。勝手に判断するのはダメだなと頭の中で思ってしまうのです。そのため大半は何も言わずに挨拶だけして立ち去るか、立ち話になった場合は、今から〇〇ちゃんたちと遊ぶんだけど一緒にどう？と聞く場合もあります。でもそこで必ずと言っていいほど、2人にも聞いてみるよ、絶対 OK だからという一言も添えます。
ただし、これは本当に OK だと確信している場合のみです。それ以外の場合は何も言いません。そして大体相手も遠慮します。いいよいいよ、3人で楽しんできて。私、今から用事あるし、ありがとう誘ってくれて。私も今度一緒に混ぜてね。みたいな会話が繰り広げられる可能性があります。これが日本の必ず先にお伺いするという文化です。この文化がある理由を考えると、社会人になると徹底的に教えられるほうれん草にもつながると思います。皆さん、日本の会社のルール、ほうれん草ってご存知ですか？野菜のほうれん草ではないですよ。ほうれん草とは報告、連絡、相談の頭文字を取った言葉です。発音はほうれん草と一緒です。日本の企業文化において、上司に逐一報告、連絡、相談をして指示を仰ぐことがルールとして定められています。自己判断はしてはいけないのが日本の会社の文化です。細かいことでも必ずほうれん草するような決まりがあります。これが社会人になると友達関係にも現れて、みんなの判断を聞いてから決めようという気持ちになる人が多いのかなと思いました。学生の頃はそこまで複雑に考えていなかったように思うので、この一旦相手に聞いて返事を待つという考え方は社会人になってから教え込まれたのではないかなと思います。外国だと恋人も友達も連れて行くときは相手にお伺いすることもなく参加したりすることが普通だと思います。でも日本にいて日本人にそれをするとびっくりする場合もあると思うので、もしそんな場面があるときは私の話も思い出してくださいね。さて次はタメ語で同じ話をしますね。敬語とタメ語だと同じ話でも雰囲気が変わります。カフェでお友達から日本の文化について聞いている気持ちで聞いてくださいね。それではスタート。今回は日本人と付き合う上で知っていた方がいいことを一つ話すね。みんな日本のお伺い文化って知ってる？何それと思った人。これは今回私が勝手に作った言葉なんだけどね。お伺いするという意味は2つあるの。1つは知り合いの家に行くことを指して、もう2つ目は相手に質問をしたり、相手の意見や状況を尋ねる意味もあるの。また、お伺いを立てるっていう言い方もあって、これは目上の人に判断や指示、意見を聞くことを言うんだよ。この2つ目の意味のお伺いをするっていう文化は日本人とのコミュニケーションにおいて知っておくといいかなって思うよ。日本人はさ、自分の意見をあまり言わず相手を尊重する人が多いんだよね。相手の意見を聞いてから自分の話をする、それか話さずに会話が終わることもあるんだよね。これは仕事だけじゃなくて日常生活でも見られるの。外国の方から見るとこうした文化って本当の気持ちが分かりにくいし、日本人との付き合い方が難しいと感じるかもしれないんだけど、でも相手の意見を聞いてから自分の話をすること、これを知っておくだけで日本人と付き合いやすくなると思うから、今からのお話もぜひ聞いてね。例えばさ、君にさ恋人がいるとするじゃん。それで友達と2人でご飯を食べに行く約束してた場合に、その場所には恋人は連れて行かない方がいいっていうのが日本人の一般的な考え方なんだよね。もし恋人が友達に会いたいと言った場合は、恋人が来たいって言ってるけど来てもいいって友達にお伺いするの。そこでもちろんいいよと
返事があれば連れて行っても問題ないんだけど、基本的には友達が恋人に会いたいと言ってこない限り、自分からは連れてこないのが普通かな。もちろん恋人を見てもらいたいとか紹介したい場合とかは、そんな場を設けて連れてっても大丈夫だよ。あとさ、友達3人で遊ぶとするじゃん。そこにもう一人誘いたいって思った場合、勝手には誘わないの。まず2人にまるちゃんも誘っていいってお伺いして、そして2人が OK だったら初めてその子に声をかけるんだよね。今の話聞いてめんどくさと思った人いる？でも日本人はだいたいこういう感じなの。例えばさ、友達と遊ぶ日に偶然別の友達に会った時、今から〇〇ちゃんたちと遊ぶけど〇も来る？なんて聞き方は基本はしないかも。だってさ、遊ぶ友達に OK もらってないでしょ。もしかしたら3人で話したいこともあるかもしれないし、気まずくなるかもしれないじゃん。だから勝手に判断するのはダメだなって頭の中で思うんだよね。だから大半は何も言わずに挨拶だけして立ち去るか、立ち話になった場合は、今から〇〇ちゃんたちと遊ぶんだけど一緒にどうって聞く場合もあるんだよね。でもだいたい必ず2人にも聞いてみるよ、絶対 OK だからさって言うんだよね。でもこれは本当に OK だと思ってる場合だけで、それ以外の場合は何も言わないかな。それにだいたい相手も遠慮することが多いよ。いいよいいよ、3人で楽しんできて、私今から用事あるし、ありがとう誘ってくれて、私も今度一緒に混ぜて、みたいな会話が繰り広げられる可能性があるかな。そう、これが日本の必ず先にお伺いするという文化だよ。この文化がある理由を考えると、社会人になると徹底的に教えられるほうれん草にもつながると思うんだよね。みんな日本の会社のルール、ほうれん草って知ってる？野菜のほうれん草ではないよ。ほうれん草とは報告、連絡、相談の頭文字を取った言葉なの。発音はほうれん草と一緒だよ。日本の企業において上司に逐一報告、連絡、相談をして指示を待つルールがあるの。自己判断はしてはいけないのが日本の会社の文化でさ、細かいことでも必ずほうれん草するような決まりがあるんだよ。これが社会人になって友達関係にも現れて、みんなの判断を聞いてから決めようっていう気持ちになる人が多いのかなって思ったんだよね。学生の頃はそこまで複雑に考えていなかったように思うから、この一旦相手に聞いて返事を待つという考え方は社会人になってから教え込まれたんじゃないかなと思うよ。外国だと恋人も友達も連れて行くときは相手にお伺いすることなく参加したりすることが普通だと思うんだけど、でも日本にいて日本人にそれをするとびっくりする場合もあるから、もしそんな場面があるときは私の話も思い出してね。実際どう？みんなの国だとこんな場合は特に相手に聞かずに恋人連れてったり友達が参加してきたりする？コメント欄で教えてね。それでは今回はこれで終わります。最後まで聞いてくれてありがとうございます。気に入っていただけましたら、ぜひ高評価ボタンもよろしくお願いします。これからも日本語を楽しく聞けるコンテンツを発信していきますので、登録していただけるととっても嬉しいです。それではまたお会いしましょう。